今回は歴代東宝プロジェクトのモブキャラクターについて解説していきますよ。かなりニッチなところだけど、モブキャラって意外と活躍の幅が広いから知っておくとさらに東宝プロジェクトを楽しめるからよろしく頼むよ。東宝プロジェクトはモブキャラも魅力的すぎるのでお楽しみに。それではまずはじめに紹介するのは、妖精ですね。モブといえど、東宝プロジェクトによって超重要な立ち位置だよな。どの作品でも必ずと言ってもいいほど出てくるキャラクターであり、東方天空ショーでは妖精たちを通して異変が起きていたりと、ストーリーにも大きく関わってくるモブキャラクターですね。妖精の種族的な解説をすれば自然現象そのものの正体、寒くなったり暖かくなったり、雨が降ったり風が吹いたり、草が生えたり花が咲いたり、そういった一つ一つの現象に妖精は宿るのです。姿は様々なんだけど、人間の姿に蝶やトンボといった虫のような羽を持ったものが多いようだぜ。また体長は一様に小さく、手のひらに乗る程度のものから、大きくとも10に満たない人間の幼子程度しかないものがほとんどらしいね。生息場所は自然あるところすべて、幻想郷のどこでもその姿を確認できますね。東方漢樹伝では月の民が、というよりサグメ氏が指示したであろう幻想郷に移り住む計画にて、幻想郷に通った後に植物が枯れる謎の雲のような機械を投入し、妖精の存在が危うかったことがありました。これは月の民が嫌う、汚れを払うためにそうしたんだろうな。自然がなくなればおのずと妖精も消えるでしょう。その影響下で妖怪や人間にも被害が出て、後に幻想郷が自滅した可能性があり、東方漢樹伝はとんでもなく危険な異変でしたね。サグメ氏可愛い顔してとんでもなくおっかない作戦を実行してたのね。妖精は特に騒がしい場所を好み、人間や妖怪が集まっている時はその姿を多く目撃できるようですよ。反対に陰気な場所では数が減り、人里でも頻繁に見かける妖怪の一つらしいですね。へえ、妖精も妖怪の一つなんだ。このことから壊されても再生できる妖精でも、怨霊に乗っ取られると破壊されることができるかもしれませんね。東方 STG 作品ではひまわりを持った妖精通称、ひまわり妖精が一般的ですよ。かわいい、ひまわりを持っているってことはなかなかでかいサイズの妖精だよな。その容姿は道中に登場するキャラクターの中では、中ボスを除けば大型の敵キャラですね。見た目としては白色のワンピースを着用し、赤茶色の髪を黄色のリボンで結び、そして両手には彼女の通称の由来となったひまわり2本を常に抱えていますよ。弾幕で敵とわかりやすいため、目立つ赤色が使われているのかもね。実力としては、軽くひねることができるものもいれば、とんでもなく面倒なものもいますね。複数体同時に現れるとかなり面倒だったりするんだよ。新作の体験版でも登場していて、複数で現れる時は非常に厄介ですよ。特に東方漢樹伝の3と5と EX ステージに出てくる妖精は化け物ですね。おそらく、地獄さんの妖精なのではと思われますが、絶望的に高い戦闘能力が高く多くのプレイヤーを死に追いやりました。そんな妖精なんですが、漫画作品でも大活躍。特に目立つ妖精といえばコウマ館で働く妖精メイドでしょう。コウマ館のメイド長であるいざよい昨夜に雇われているのがこの妖精メイドです。この妖精メイドという呼称は二次創作のような気がするけど、実は東方部門式で使われてることから公式的な呼び方なんだぜ。先ほども言ったように妖精メイドは、コウマ館でメイドとして働いている妖精たちのこと。その数は不明ですが、作品によってはかなりの数の妖精メイドが登場することから、コウマ館はかなり居心地がいいようですね。三妖精を見ればわかるけど、妖精は住むところを気にしていて気質が合うところじゃないとダメなんだよね。レミリアお嬢様の手厚い愛情が感じられるのでしょう。どうやら給料はないのですが、代わりにお茶と食事と自由が与えられていて、辞めるのも新しく入るのも自由で非常にホワイト。前回の授業で判明したがコウマ館はやっぱりホワイトなんだな。コウマ館で働いてみたくなるぜ。ただしチルの曰く奴隷のように働いているらしく、やはり仕事自体はブラックなのかも。妖精メイドは今までのところ、個人の名前が明らかにされたことはなく、名なしキャラクターとして扱われていますよ。東方暴月賞では3名の妖精メイドが付き添いで登場しています。このメンバーは他の作品でもちょこちょこ出ていて可愛らしいんだよな。メガネをかけている子がいたり、髪の色などが違ったりします。特にメガネの子の隠れ人気は高いようですね。確かに、この時点でのメガネっ子は貴重だし、ドジっ子そうで可愛いよ。ただしやはり妖精であるためかあまり役には立っていなく、上司のメイド長であるいざよい昨夜も妖精メイドたちは役に立たないしと語っていますね。妖精メイドは東方地霊記伝の昨夜によると、楽しいことは率先してやるようです。例えば料理を作るといった楽しいことはやってくれるようですが、その後の皿洗いなど片付けはやってくれないようです。楽しいことはやるって妖精らしい設定で好き。また戦闘力も弱く、最近戦闘部隊に入った冷戦に敗れています。
制服は東宝3月製だと昨夜と同じメイド服にミニスカートで、リボンだけが違いますね。やっぱり作品ごとで衣装とか変わってくるのか。実のところズンさん曰く漫画での衣装などは特に指定はなく、各絵師さんが自由に描いているようですよ。東宝3月製のミニスカートも素晴らしいですが、やはり秋枝先生の妖精もめちゃくちゃいいですよね。今や妖精メイドといえばあの3人だよね。また漫画3月製ではロングヘアの均一的な容姿が特徴的。ちなみに3月製第1話では小悪魔や大妖精ですらまだないセリフをモブキャラながらいくつか与えられていますよ。東宝3月製の妖精メイドは、大人っぽくて魅力的だぜ。そして他にも妖精のモブキャラがいるんですよ。それが大妖精図です。こんなモブキャラいたの？そう、漫画作品、東宝3月製で登場しました。羽は大妖精特有らしい大きめの羽が特徴ですね。妖精のリーダー格であるチルノや地獄の妖精、クラウンピース、エタニテラルバ、三妖精が集まった妖精大会議にて参加していることからなかなか知恵のある妖精なのがわかりますね。なんとセリフも与えられていて、驚いているシーンなどが見られますよ。そういえば、東宝ロストワードでもこの子たちの絵札があるよ。絵師も東宝3月製の平坂誠先生ですよね。非常に可愛いキャラクターたちなので二次創作でもいいのでこの子たちのストーリーなんかも作ってほしいですよ。二次大ちゃんに負けないぐらい大きくなってね。この子たちも例に漏れず大ちゃんになると。それでは次に紹介するのは、毛玉です。道中に大量に出てくる雑魚敵だよね。姿形は見ての通り毛の生えた玉で、精霊の一種らしいです。この子たちの元ネタはおそらく幸運もたらす謎の毛玉ケサランパサランでしょう。空からふわふわと舞い降りて、幸運をもたらす言い伝えがある謎の物体がこのケサランパサラン。山形県鶴岡市では地元農協のキャラクターケサランちゃんとして親しまれ、ケサランを冠した加工施設や給油所もあるようです。先祖代々、家宝としている家も多いという。またこのケサランパサランは生きているものなのかどうかで意見が分かれているんですよ。あれって生きてるかもしれないの？そう、実際につがいで箱に入れて数年後に見たところ、小さなケサランパサランがいくつか増えていたという話がテレビで報じられていますね。そんなケサランパサランが元ネタであろう毛玉は、二次創作ではアスキアートのような顔が付けられることが多いです。基本的に個体差も顔もないんだけど、なぜか上の絵文字のような顔文字で書かれることが多いよね。東宝アルカディアレコードの毛玉もあのアスキアートの顔になっていたよ。シンプルで奇妙な愛嬌があるため、背景として登場させている二次創作もありますね。STG での特徴は集団で飛んでいることが多く、動きが速いんですよ。うまく追い払わないと大量の弾を吐き出して被弾するなんてことはザラにあるよな。ただし耐久度はほとんどないですね。弾を撃たずに飛んでいるだけのものや、ボスに召喚されるものもいるんですよ。実は東宝茨城線の6巻で登場したことがあり、毛玉がメインの話があるんですよ。なぜか霊夢にだけ抱いていました。そしてみんなは狐の玉というものだと勘違いしていたのですが、外の世界に住んでいたサナエ曰く、ケサランパサランだということが判明したのです。その時に狐の玉ではないと教えてくれたのも、実はモブキャラなんですよ。それが化け狐の狐マリサです。茨城線2巻から登場したあの子か。種族は交流道で活躍した管巻司と同じ管狐だよな。本来は獣の姿をしているのですが、本編中では霧雨マリサの姿に化けて登場することが多いですね。本人曰く人間の姿の方が喋りやすいかららしい。実は狐マリサは三つ編みの位置が本物と逆になっているんですよ。確か初めての登場はマリサに化けて白霊神社の宴会に潜入して、酒に酔いつぶれてしまったところを霊夢に見つかってボコされそうになったので、霊夢を金持ちにするという取引で、管狐を利用して霊夢を騙し富を得て、そのまま逃走したんだよな。登場回数は少ないもののマリサに狐の耳と尻尾が生えたようなその見た目からかなり人気のあるモブキャラです。東宝ステーションのマリサ特集でも紹介されていたので気になる方は見てみるといいですよ。あと制作者分子がいる中で漢樹伝マリサがいじられるのも必見。では次に紹介するのは妖怪ウサギたちです。妖獣となったウサギで、通称モブ稲葉として親しまれていますね。迷いの竹林に立つ永遠帝を中心に生息している妖怪ウサギたち。迷いの竹林の長老である稲葉帝の手下ですね。霊仙の言うことはあまり言うことが聞かないんだとか。しかし稲葉帝の言うことは聞くので彼女経由で霊仙の指示に従い、霊月祭などで餅をついていますよ。そんなモブ稲葉は幅広いところで登場しているよな。東宝映画賞では雑魚敵として登場していますね。漫画作品などでは特に活躍の幅がでかい。ゲット版商店では月の珍しいものが展示されていることから警備役を任されているのですが、なんと盗まれたことがないらしくかなり優秀ですね。月の都のウサギたちはサボり気味だったが地上のウサギはそんなことないんだな。その理由としてはウサギたちの扱いでしょう。青蘭を見ればわかるのですが、牛などに付けられる家畜用の番号札を付けられていて、それぐらい扱いがひどいから怠けるのは当然でしょう。意味もなく、餅をつき続けさせられているようだしな。ちなみに月のモブウサギに関しては、
服装は冷戦みたいなブレザーを着用していて、うさ耳が出るヘルメットを着用していますね。ただ青リンゴを見ると、ヘルメットの着用は強制ではないのかしてないっぽいよな。地上のモブ稲葉は長老である体の服装とそっくりになっています。新田俊平によるモブ稲葉はマスコットみたいな感じでめちゃくちゃ可愛いんですよ。モブ稲葉をかぐやに見立てて、エイリンを騙そうとしたシーンが一番好きだぜ。あれは可愛すぎて笑った。冷戦とはウサギの理想郷を目指すと各同盟を結んでいますよ。実は幻想郷にモブ稲葉たちがいる理由はかなり悲しいもの。東方茨河線第7巻にて語られました。その回では、なんとウサギたちの長である帝がモブ稲葉を売りさばいていたんですよ。腹黒いのは知っていたが、同族を売りさばくなんて帝のやつひどいことするな。しかしその真の意味なんですが、妖怪ウサギたちの正体はなんと捨てられたウサギたち。今から150年近く前に人間の間でウサギを買うことが流行していた時がありました。一時期はどんな嗜好品よりも高い値段がつき、ウサギの錦絵が描かれ、人々はこぞってウサギを買い求めたのです。しかしそのウサギをめぐって争いが起き、一気にウサギブームが冷えたのです。そのため、多くのウサギは撃ち殺されたようです。しかし帝曰く、高価でウサギを売れば大切に扱うから大丈夫だというのです。しかしそれでもまた捨てられるのでは？だけど妖怪ウサギたちの正体は先ほども言ったように、捨てられたウサギたち、天国から地獄を生き延びた、ウサギたちだったのです。だから、人間のペット事情なら何もかも知っている。人間は処分しろと言われても、ペットを殺せずにこっそり捨てることを知っているので大丈夫なんですよ。なので帝は稼いで、ウサギたちは住処を与えられて、人間たちは一度飼われたことのある優秀なウサギを飼えるという全員幸せにしていたのです。帝ちゃんさん天才すぎないか？待って待って。だから稲葉帝はかぐやとエイリンに手下たちに知恵を授けるように持ちかけたのか。その設定はこの話の伏線になっていたということですね。帝ちゃんさんはめちゃくちゃ情のあるお方なんですよ。騙すことで人間もウサギもどちらも幸せにするところ、さすがは幸運の白ウサギですよね。またこのようにモブ稲葉は捨てられた過去があるにもかかわらず、かぐやにとても抱いています。それだけやはりかぐやの人格の高さもよくわかるよ。このように、東方プロジェクトのキャラクターにモブなんていないほど濃い設定があるんですよ。モブ〇〇はあくまでも二次創作の故障だしな。それにしても私もモブ稲葉たちが欲しいですよ。マリサさんウサ耳つけて買われませんか？構図がただの変態プレイじゃねえか。では次に紹介するのはモブ天狗です。モブ天狗は書籍とかではちょいちょい出ているよな。そう、東方光林堂にて初登場した個別名称不明の天狗たちですよ。第19話挿絵及び第25話挿絵にモブ天狗が描かれていました。新聞記者の社名丸綾のようなカラス天狗と、犬走りもみじのような白老天狗とおぼしき天狗が描かれていますね。この天狗たちが身にまとう、通称光林堂天狗装束は、天狗の服飾文化の一つの可能性としてファンの間でも様々な創作に登場しています。天狗から代表として登場した、社名丸綾や姫街道旗手なんかに着させていることがあるよね。髪色はそれぞれ黒の系統と白の系統のものがいて、第19話挿絵では黒髪の天狗が1名、白髪の天狗と茶髪っぽい黒以外の髪色の天狗も存在しますね。カラスといえば黒だけど、黒だけじゃなかったんだ。髪の長さは肩ほどの長さまで髪を伸ばすものも見られますが、首あたりまでの長さである様子がより見られますよ。また毛先が跳ねているものが多く、特に白系統の髪の天狗はその髪が外側に跳ねていますね。この傾向は何か理由があるのかな？幻想郷の中でも高度な技術も保有しているだけあって、みんなちゃんとワックスをかけておしゃれしてるんでしょう。どうしてそうなるんだよ。また東方光林堂第19話挿絵では樽ごとお酒を飲んでいる豪快な天狗も存在しますね。東方文化新報作中作の4コマ漫画では彼女らがメインに登場していて、天狗たちの生活や性格が描かれる貴重なシーンなども見られますよ。天狗たちの社会は外の世界と似ているだけあって、かなり興味深いから、モブ天狗たちの動きにも注目すると面白そうだな。それでは次に紹介するモブキャラはモブタヌキです。漫画などの作中では普通の化けタヌキなんかが登場しているんだけど、主に二ついはマミゾウの配下の化けタヌキたちのことを指してモブタヌキと言われているぜ。ちなみに東方茨河線作画担当の東彩先生によれば7種のタヌキたちと設定しています。東方鈴名案ではマミゾウが中心となってタヌキたちと宴会する様子も見られますね。東方部門九十にてヒエダー級曰く、マミゾウが幻想郷来訪以後、幻想郷固有のタヌキたちと融和できるか懸念していましたが、マミゾウは持ち前の器量で上手に幻想郷のタヌキと馴染み短期間に配下を従えるまでになったようです。さすがは大妖怪のマミゾウだな。器の大きさならぬ、尻尾のデカさが桁違いだしね。マミゾウの配下のタヌキで人間の姿に化けたタヌキとして確認できたものは、前髪をアップにしているタヌキ、そばかすのあるタヌキ、横髪を頬のあたりで結んでいるタヌキ、細めのタヌキ等のそれぞれの個性ある特徴を持つ4人が登場していますよ。ちょっと待って。
ポケモンのたけしみたいな顔の子いるじゃん。いや確かにそっくりだけども、設定資料の東彩先生の記述によれば、それぞれ前髪あげちゃん、じとめそばかすちゃん、おさげちゃん、糸目ロングちゃんという名前を設定していたようです。へえ、その子の特徴で名前が付けられていたんだ。表情も異なり、性格が異なる様子が描かれていますね。また足元はマミゾウと同じにしたりと、親分のことを慕っている様子です。実はハッピの後ろは二つ岩となっていますよ。またハッピの下はタンクトップらしく脱ぐとなかなかセクシーな絵柄になりそうで、想像が膨らみますね。ちなみに、東方神秘録ではマミゾウに化けた古文だ抜きがナイスボディに化けて脳殺ポーズを取るというお茶目なところが見られますよ。その驚かし方は誰もが驚くよ。そして古文が化けててその後ぺったんこの本物のマミゾウが蹴飛ばしに出てくるという、面白い登場モーションとなっています。このことがきっかけでマミゾウがやたらナイスボディになる二次創作も存在しますね。タヌキたちの外見には共通するものもあり、例えば何かに変化のために必要な葉っぱを頭に乗せていますよ。あと太めの丸いマロ眉であることも共通しているよな。全体的に顔が丸くて可愛い系なのもよく似合ってますよ。このキャラデザインのセンスが半端ない。基本的に先がふわふわなくせ毛が特徴です。あのおでこを見せた子がやっぱり可愛いですよね。そうそう、東方ロストワードのモブタヌキは総じてあのデコ見せの子を使っているんだよ。またお揃いのハッピを作ってるくらいだから二つ岩組の手下がいっぱいいるのかもな。蜃気楼ではたくさんのタヌキたちを呼んで、場を盛り上げるなんてこともあったからそうかも。タヌキたちの宴会なんてすごく面白そうなので参加してみたいものですよ。その時はぜひともあのセクシーマミゾウに化けてもらいたいです。それではもう一度あの名シーンを見てみましょう。黄昏さん最高っす。それでは続いて紹介するのはモブキャラの中でもひときわ活躍するモブカッパたちです。モブカッパの活躍は幅広いよな。そうなんですよ。しかもこんなにも喋るのってぐらい喋る子も存在するのでお楽しみに。おお、それは楽しみだな。見た目としては、よく出てくるおかっぱ頭のモブカッパのミラン色の髪と瞳と服をしていて、残りのモブカッパは全てニトリと同じ青色の髪と瞳と服となっているようです。現在確認されているのは13話で山わらべ化したものも含めて5から6名ですけど、おかっぱ髪のモブカッパが一番登場が多いです。東方スズナーンや東方3月星でも登場していて、茨河線での登場回数は半端じゃないほど多く、準レギュラー並みの活躍をしていますよ。やっぱりモブカッパを代表する子といえばこのおかっぱの子だよね。それにしてもカッパだけにおかっぱってずんしゃれくさいな。ちなみにズン氏のラジオでの発言により、モブカッパたちのデザインはズンさんによるものであることが判明しています。あ、やっぱりそうだったのね。そして東方茨河線第12話地獄のお迎え及び第13話川を捨てたカッパでは何名かなんとセリフ付きで登場。未だに小悪魔、大妖精、もみじと大人気の中ボスがセリフをもらえていない中でセリフをゲットしているのは名誉なことですよ。茨河線では第3話にてマリサと共に金採掘しているシーンで初登場していますよ。あのメガネっ子のカッパもよく登場していて、ドジっ子な感じが可愛いよな。この時は採掘に用いるのか巨大なツルハシ状の道具を持っていますね。その後第4話の妖怪の山でのダム建設のシーンにも似た容姿のカッパが登場していたり、第12話の玄武の沢のシーンでも登場していて、その登場回数と活躍から場合によってはニトリより好きという方もいますよ。またショートカットで髪留めをつけたカッパもいます。茨河線第4話の妖怪の山でのダム建設のシーンに初登場。全体的に髪が外向きに跳ねていて、前髪に髪留めをつけているのが特徴です。先端が島田状になった道具らしきもので別のカッパとチャンバラごっこのように遊んでいたりしています。見た目から察するにおそらく後にこの子は山わらべになっているのかも。そしてモブカッパたちは森安和子が計画したダムの建設にも従事していましたが、結局好き放題やって作業が中断するといったこともありましたね。カッパたちは好奇心は高いが、その分飽きやすいのかもね。この際にカッパには労働組合があることが語られていて、この首都圏では労組単位で八坂かな子と揉めていたようですね。またある時は前回の原作ネタキャラでも言ったように、覚醒画がアジトに侵入したことで、彼女を殺しに来た水鬼気身長によって高圧水流が数日間玄武の沢に泊まり続けて家に帰れなくなったなんてことがありました。しかも、モブカッパたちの仕業だと思われて霊夢に胸ぐらをつかまられる始末。あんなに活躍したのに記念すべき初のセリフがこれは浮かばれないな。またその一件のせいで川を捨てたカッパ山わらべが出現したのです。へえ、そこからカッパ山わらべが登場したんだ。今作の主人公である茨城河川曰く、川から離れて暮らすカッパらしく、同作中ではアジトである玄武の沢に高水圧で吹き上げる水柱が出現したため、その地に留まることができなくなったカッパたちが普段の水辺の生活圏からその上流である山へと入っていったようです。そして交流道にて、ついに名前と能力のある山わらべのキャラクターとして山城高根が登場したよな。彼女ももともとは川で生活していた可能性が高いんだ。ちなみに服が迷彩なのは、茨河線で語られたのですがサバイバルゲームが流行ったかららしいですね。そして東方地霊記伝のモブカッパがとんでもなく可愛い、ゆう先生のモブカッパはネクタイをしていて、カッパのマークが書かれていますね。
服の袖のデザインは若干船乗りっぽい感じになっていて、いいデザインだよな。中でもニトリ、というより乗っ取った宮出口との会話したモブカッパはもはや既存キャラかのような輝きを見せていたよ。ファニーなんて珍しい単語を使うことからファンの間ではファニーちゃんと呼んでいるようです。帽子には星マークもつけていたので、かなり大きな子らしいですね。この掛け合いから察するにニトリはカッパたちのリーダー格とはいえ、かなりフランクな付き合いをしていることがわかります。あと宗教的なことも始めていたようで、あやが驚いていました。しかし蜃気楼時点のニトリの会話を見る限りでは宗教にあまり興味がなかった模様。なので、宗教戦争が行われた蜃気楼以来、金儲けのためか宗教的な要素も取り入れられたようだね。このようにモブカッパの活躍は本編登場キャラよりも活躍している子が多いので、今回の授業で少しでも認知してくれると嬉しいですね。最後にモブ里人についても紹介しましょう。もちろんだが人間の里に暮らす普通の人間のことだな。東方ファンの間では俗に村人とも呼ばれていますね。ちなみに人間の里では人間だけが住んでいるのかというと、そうではなく、人間に紛れて里で暮らしている妖怪の石板機や、人里にある居酒屋の芸丼亭の看板娘として働く座敷わらしの奥野田美代ちゃんなんかが住んでいますよ。人里は日頃から様々な妖怪が訪れていることが多く、変装して人間の店で普通に買い物をしたり遊んだりするものも多いですね。彼らの服装としては基本的に伝統的な和装か、少しアレンジされた和装を身につけていますよ。東方蜃気楼ではバック背景で登場しているんだよな。東方茨河線、東方鈴名庵などの人里を舞台とする書籍に数多く登場していますね。また雲末、甲乙薬おじさんといった恋里人キャラも存在するよね。漫画作品では結構おじさんたちが多いよな。何か理由がありそうですよ。モブ人里だけやたらとおじさんが多い理由。若い子は食べられるとかでしょうか？注意、マジで恐ろしいこと言わないでよ。ただし、事実東方茨河線にて人里の人間は家畜的な扱いらしい発言を幻想郷の賢者にして、サイコさんの妖怪悪もゆかりが明言しています。ゆかりのあんな可愛い姿見せておいて、とんでもないこと言うんだな。ただし、家畜とは人間自体を食らうものではないと思われます。役もゆかりは外の人間を襲っているようだし、高魔漢も外の世界の人間を受け取っている。なんといっても大ぐらいの妖怪がたくさんいるはずなのですぐに人里の人間は絶滅するでしょう。なので、小笠の言う心を食らう妖怪用の人間なのではと思われますね。ルーミアみたいに人間を取って食う者もいれば、脅かして魂を食らう妖怪もいるんだよな。なぜか人里で隠れ住む妖怪の石板機なんかがそうだと思われますね。つまり人里の人間は心を食らう妖怪用の家畜ってことか。あくまでも飛躍した考察ですがそうでしょう。人里の人間の扱いについてもこれから触れられていく可能性が高いので注目していきましょう。さて、以上が東方モブキャラ全集でした。モブキャラでも東方プロジェクトでは魅力的すぎるのが面白かったよ。モブキャラだけでも濃い設定や、活躍場面があってとても面白いですよね。視聴者さんの好きなモブキャラがいたら教えてくれよな。また大人気のメインキャラの魅力の秘密なんかも解説しているのでぜひ見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。